どうも皆さん、こんきき。最近、雨降りすぎやない？何この天気。ほんとね、降ったりやんだりでお洗濯ができないよ。ドラム式洗濯機買えばええんや。今使ってる洗濯機が壊れたらって思ってるんだけど、なかなか壊れないんだよね。私もドライヤー A の欲しいんやけど、全然壊れへん。1000円くらいやったのに。これで家電って儲かるのかなって思うくらい長持ちだよね。助かるんだけどさ。日本メーカーのは、特に壊れへんって言うからな。きちんと、消費者のために作られてる商品ってことやろ。消費者目線の商品作り、ありがたいね。そんなわけで、今日のレビューはこちら。100日間生きたワニだよ。あれ、100日ワニってこんな過去形なタイトルでしたっけ？いや、原作のタイトルは100日後に死ぬワニだったんだ。映画は100日間生きたワニって過去形になってる。なんでタイトル変えたんや。一応、この作品の原作を知らない人や名前は覚えてるけど、ワニってなんだっけって人に軽く説明すると、原作は2019年12月から Twitter で1日4コマずつ投稿される漫画作品だったんだ。現実と漫画の時間の経過が同じやったんよな。そしてタイトル通りに100日後にワニが死ぬ。どうやって死ぬのかもわからないという要素と、死を匂わせることでワニの何気ない日常が際立って、彼の儚い恋愛事情や友達との関係性が1日ずつ描かれることで何気ない日々の大切さを感じさせる作品なんだ。なるほどな。Twitter っていう媒体をうまく活かした作品よな。死は唐突に訪れる。その唐突に訪れる死に対する日常の大切さを描いてる。それが Twitter という媒体。リアルな100日間という時間の経過が、より、見ている側の感情移入を誘い、多くの人の心を掴んだ作品なんだ。ただ、100日経った後がまずかった。ワニが死んだ後に露骨なキャンペーンが始まった。書籍化までは良かったと思うけど、唐突に出てきた生き物係、コラボカフェ、映画化決定と怒涛のビジネス展開がされたんだ。生き物係が出てきた時は、なんか、って感じすごかったな。ちなみに映画の主題歌は生き物係だよ。草。死んだ直後にお金の匂いがしまくってしまったせいで多くの人が嫌悪感を覚えたんだ。Twitter という無料の媒体でやってたからこそ、この露骨な有料媒体展開への拒否感が生まれやすかったんだね。ワニの香典をよこせ、みたいな感じに見えたんやろうな。作者が電通と絡んでるとか、根も葉もないような噂が飛んだり、ステルスマーケティングみたいなのも疑われて、100日ワニというコンテンツ自体が死んでしまったんだ。今思い返すと、なんか色々すごかったな。そういう問題はあるんだけど、私は、この原作の漫画自体は、やり方や見せ方のうまさは評価したいし、悪くない作品だと思うんだ。シンプルにお金儲けに失敗した作品やな。さて、そんなワニが死んで、1年1周期を迎えたワニがアニメ映画になったんだ。原作自体は、そこまで悪い作品やないんやし、やり方次第では100日ワニってコンテンツ自体が復活することもあるんやない？ぶっちゃけどやったん？いや、今だからこその映画だなって思ったよ。まさかの高評価ですか？今って、東京の居酒屋さんってソーシャルディスタンスに配慮して90分、2人までで席の間隔を空けてたりするでしょ？なんでその話？確かにそうやけど。この映画もそうだと思うんだ。何せ公開初日に行ったのに、私を含めて3人しかいなかった。とんでもなくソーシャルディスタンスな映画だった。めっちゃ不人気ってだけや、ソーシャルディスタンスやあらへん。紛れもない不人気っぷりが出ちゃっとるんや。まあ、皮肉はさておいて、冒頭は悪くなかったんだ。この作品は、タイトルが過去形になってる。だからこそ、100日目から始まるんだ。なんか意外な始まりやな。みんなが、まだワニを好きだった。映画化なんてされることなんて、想像もしていなかった最終話のあの花見、ワニが死ぬところから見せる、ストーリー構成自体は悪くなかったと思う。みんな結末を知っとるからこそ、結末から見せる。確かに悪くないわな。声優さんも、主役の神木隆之介さんは、声優の経験もあるから悪くないし、ネズミを演じてる中村雅也さんは、声質と演技がネズミのキャラクターにマッチしてて素晴らしかったんだ。めっちゃ褒めとる。この冒頭のシーンの期待感は少なからずあった。ワクワク、いい評価になるんかな。以上、この作品のいいところ終わり。だってまだ冒頭なんやろ。始まって3分とかやろ。それで終わり。終わり。まず、この作品の原作は4コマ漫画なんだ。それを映画にしないといけない。必然的に尺稼ぎしないといけなくなる。まあそうなるわな。原作が4コマ漫画だからこそ、話を膨らませないといけない。それはわかるんだ。でもやり方が悪い。同じセリフを無駄に繰り返したり、キャラの喋り方をゆっくりにしたり、セリフとセリフに、妙な間を空けたりすることで、露骨な尺稼ぎをしている。でも、ほら、原作の雰囲気でゆったりとした感じにしとるんやないの？よく言うならば、行間を読ませる。間の開け方とも言えなくもないけど、行間が好きすぎてキャラクターが無言になってるシーンがあまりにも多い。
グダグダってことですか。特に、クオリティの高い作画でもないのに、無駄に景色を見せるシーンが何度もあるんだ。その時のキャラの心情を表現してる部分もあるんだけど、もうひたすらに景色を見せられる、エンドロールでも見せられる時は逆に笑ったよ。どんだけ見せたいねんって話やな。ちなみに、この作品にアニメーションとしての面白さは皆無だよ。一番よく動いてるのは花見の時の飛び散ってる桜だから。桜の花びらの飛び散り方にこだわりましたって、そここだわってどうすんねん。キャラの身振り手振りが申し訳ない程度に動いて、目とかも申し訳ない程度に動く、モーションコミックより少しいいくらい。比較対象がモーションコミックの時点で察するわ。バイクで走るというシーンでさえ、背景を動かすことで動いている風に見せかけているだけ、疾走感もクソもない。あかんなアニメーションという表現としての評価はでけへんってことですか。演出でごまかしてるだけ、こんなに間延びして、グダグダに見えるんだけど、時間の流れだけは異様に早いんだ。でも、例えば、1、2、血が1分で過ぎていくなら100分やろ。そんなに早く時間を進めたらあかんのでは。私ね、最初にこの100日ワニが映画になりますって聞いた時に、冗談だろって思ったんだ。なんで？この作品で一番大事なのは、現実の時間経過なんだ。ワニを、100日、みんなが見守ったリアルな100日というのが、作品の仕掛けであり、肝なんだ。なるほど。例えば映画で2時間とか90分で一気に見せてしまったら、そのリアルな時間経過っていう原作の肝の部分を感じられへんのやな。映画っていう媒体には合わないんだよ。でも、テレビアニメなら、例えば週1で1話あたり7日ずつ経過していくみたいなやり方で、1クール、3ヶ月約100日かけて描くこともできた。原作の良さを映画では出せへんけど、テレビアニメなら出せたのにってことやな。だから、映画でやると聞いた時には、正気かと思ったし、一体何分でやるのか疑問でしかなかったんだ。そういえば、この作品の上映時間って何分なん？聞いて驚かないでね。まさかの63分なんだよ。1時間ですか。びっくりでしょ。ただでさえ、じっくり時間をかけて描くべき作品なのに、2時間どころか90分でもなく、まさかの63分だよ。63分エンディングとか除いて、60分やとして1日あたり、36秒だよ。もう、めっちゃ、高速で時間流れていくやん。この上映時間を聞いた時、多くの人は、ワニの映画は失敗するって思ってたと思う。でも、いざ上映が始まって蓋が開いたら、もうとんでもなかったんだ。これ以上、一体何があんねん。実は、この映画、原作の100日間プラス、ワニが死んでから100日後の話も描かれてるんだ。でも5分くらいやろ。多くても10分くらいやろ。30分くらいあるんだ。みんなが見た100日後に死ぬワニの話は30分の尺でアニメ化されてるんだ。もう、なんかとんでもないことになっとる。つまりは1日あたり18秒。もはやダイジェストだよ。ワニが死ぬまでの RTA してるみたいな感じ。ゲームで最短攻略のタイム競うやつやな。いかに、原作を30分の尺にまとめて、最後にワニを殺す展開まで行くのか。そんな RTA を制作側がしてるんじゃ、と思うほどのダイジェスト。最悪やん。何の誇張もなく最悪だよ。この作品は、原作の良さ、面白さを殺してる。わざとかと思うほどに徹底的に潰してる。序盤くらいは18秒じゃなく、もう少し丁寧なんだけど、例えば、2月とかは5分くらいで終わるよ。ワニと先輩の恋愛模様とか、じっくり進んでいくからよかったのにな。作品の良さを殺して無にしてる。ただのダイジェストで何も感じない。30分で見てる側の感情も無にしてくれる。悟りでも開かせる気ですか。100日目のワニの死を見ても何の感情も湧いてこない。悲しさも寂しさもない。ただただ無感情をまるで揺さぶられない。なんでこうなってしまったんや。この30分で終われば、まあ、ただのダイジェスト映画ですって評価で終わったと思うんだ。ここからさらにひどくなるん。 30分で感情を失ってしまったのかと思うほどの虚無感を味わった。だけど、そんな感情を失った状態に入り込んでくるのがカエルなんだ。カエル、こんなやつおった。映画のオリジナルキャラクターだよ。原作改編、いや、後日談やから改編とは言えへんのか。こいつがもう、この作品のダイジェストで終わりましたっていう最低限の評価すら台無しにするんだ。すべての破壊者、カエルくん。まず性格が心底うざい。チャラいノリで軽いノリで、ウェイみたいな感じで、ワニがいない寂しさを味わってるネズミたちに、うざがらみしてくるんだ。もう想像しただけでうざい。こっちは、ワニの死を受け止めるのに必死なのに、そんな軽いノリで来られたくないわ。みんなも明確に拒否ってるんだ。こいつと別に遊びたくない。遊びたくないのに、何度も誘ってくる。自分が、新しい友達が欲しいから、引っ越してきたばっかりで寂しいから。うざ。明らかに脈がない女性キャラにしつこく迫って告白して付き合おうとするしさ。こいつがいなければみんなそれぞれワニの死を受け止めてるっていうストーリー自体は悪くないんだ。
まだ3ヶ月くらいなら受け止めきれへんよな。ってノリにはならへんよ。ネタバレはしないけど、私はラストの展開も受け止めきれなかった。ちょっと、ラストを何かに例えてくださいよ。例えば、ゲームで主人公が死ぬエンディングだった。そしたら、追加 DLC で1900円課金したら、謎の新キャラが引っかき回した挙句、最後は、主人公のいるポジションにいる。どうしてそんな感じになるん？ちょっと、私はこの後日談のエピソードに、怖さと気持ち悪さを感じたんだ。原作のキャラクターが感じている喪失感。その喪失感も100日ワニっていう作品の後日談としてはありだったし、死を受け止めるそれぞれのキャラにスポットが当たるのも良かった。だけど、その良さと喪失感の穴埋めのように映画のオリジナルキャラクターがシャシャリ出てくるのは本当に嫌悪感しかない。最後までカエルっていうキャラを好きになれない。カエルが、この作品の全てを持っていった感覚やな。一応、彼が寂しい理由というか、友達を作りたいのも理由があるんだけど、それは、こいつの事情であってネズミたちにすれば知ったこっちゃないんだけどね。なんか、もう少しどうにかならへんかったのかな。原作の良さを映画という媒体では活かしきれない難しさはあるけど、それでも、これはないって思うよ。予算の都合とかあるのかもしれないけどさ。死んだ100日ワニっていうコンテンツは結局、生き返らずに終わりそうやな。最後の最後まで、金儲けの仕方が下手なんだよね。この作品、63分の映画なのに、普通の映画と変わらない料金だから、大人は1900円だよ。なんやろ、最後の最後までお金の汚さを感じさせてくれるって、ある意味で100日ワニってコンテンツの最後にふさわしい映画だったんやない？そうとも言えるかもしれないけど、私には死体蹴りしてるようにしか見えなかったよ。おう、もう、あかん、笑えへん。じゃん。